皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースを取り上げていきます。ウクライナ軍が非常に高額な兵器を撃破したと発表しました。それは、早期警戒機1機あたり日本円で400億円を超えるほどの非常に高額で、そして少数の航空機を撃墜したというのです。今回の動画では、ウクライナ軍の戦果についての考察とともに関連ニュースを解説していきましょう。それでは今日の主な話題はこちらです。1、ロシア軍の艦載機アゾフ海にて撃墜か、友軍による誤射か。2、ウクライナ支援は国ごと支援、イギリス、ドイツ、イタリア。そして3つ目、戦線の膠着かつてないほど守りを固めるウクライナ軍。この3つについてお伝えします。まず最初にウクライナ軍がロシア軍の非常に高額でそして重要な航空機を撃墜したと発表しました。場所はクリミア半島の東側アゾフ海です。どちらも前線から離れており、ロシア軍にとっては安全圏と思われる場所でした。しかし、ウクライナ側の撃墜したという話とともに、ロシア側の方でもこの話題が上がり、味方が間違って落としたのではないかみたいな話が出ています。これを伝える記事を見ていきましょう。ウクライナ軍、ロシア空軍最高の指揮統制機2機を撃墜か。ウクライナ空軍が14日、ロシア空軍のベリエフ A50 早期警戒管制機とイリューシン IL-22 空中指揮機を撃墜したと報じられている。ベリエフ50とイリューシン22はロシア空軍で最も貴重な指揮統制機だ。ウクライナの RBC ラジオはイリューシン22の搭乗員から発せられた救難信号の音声記録とされるものを公開している。搭乗員はロシア南部のアゾフ海近くの都市アナパにいるらしい管制官に対して救急車と消防隊員の手配を至急求めると要請している。イリューシン22は少なくとも損傷はした模様だ。ウクライナの現地紙は14日夜にアゾフ海沿岸で攻撃があったと報じている。イリューシン22はエンジンを4機積んだプロペラ機で最大10人を乗せ、無線信号を中継したり、前線の作戦を調整したりする機能を持つ。昨年6月、ロシアの傭兵組織ワグネルが反乱を起こした際に、ロシア西部で1機を撃墜し、残りわずか30機になっていた。イリューシン22も貴重で高価な航空機だが、それよりも希少なのがベリエフ50だ。エンジン4機搭載のジェット機であるベリエフ50は、米軍のボーイング E3 早期警戒管制機に対抗して開発された。機体上部に取り付けられたレドームに全方位を監視する回転式レーダーを搭載し、400キロ離れた航空機を探知できる。15人の搭乗員は敵機の追跡や味方機の飛行の調整に当たる。こちらが機体上部に回転式レーダーを搭載し、400キロ離れた航空機を探知できるとされるロシア軍のベリエフ50です。1機あたりの値段は 3.3 億ドル。日本円で400億円以上になります。ロシア空軍が保有するベリエフ50と改良版のベリエフ 50U は合計でたった9機だ。うち1機は昨年2月、ベラルーシ国内の基地でウクライナ空軍もしくはそのベラルーシ人工作員によって損傷したとみられる。現地紙はベリエフ50がウクライナ南部のザポリージャ州キリリウカ方面で任務に就いた直後に撃墜されたとしている。ベリエフ50の撃墜はイリューシン22が攻撃を受けたわずか10分後だったという。2機の撃墜が事実であれば、ロシアがウクライナ侵略拡大の23ヶ月目になる戦争で、ロシア空軍にとって最悪の日になったことになる。昨年12月、ウクライナ南部でミサイルによる待ち伏せ攻撃を受け、ツフォーイ34戦闘爆撃機を3機失った日よりも大きな損害だ。非常に貴重な機体を2機撃墜された可能性があるということで、これは実は結構大きな戦果となります。まず第一に被害額が非常に大きいというのもあるのですが、今回撃墜された場所が前線から遠いといったことも重要です。これが前線近くであれば、ウクライナ軍が突発的に防空ミサイルパトリオットシステムを前線へ張り付かせ、それに伴って一挙に撃墜したんだなというのが非常に説明としても整合性が取れるのですが、今回はパトリオットミサイルを前線に張り付かせたとしても届かないのではないかと言われる場所であることから、一体どのようにしてこれを実現したかというのが焦点となっています。例えば、ウクライナ軍の戦闘機が非常に低空飛行でロシア軍の前線地帯を突破して空対空ミサイルで撃墜したかもという話はあるわけですが、これは非常に危険なミッションで生きて帰れる見込みもほとんどないことからちょっと現実的とは思えません。じゃあロシア側から出ているような
味方が撃ち落としてしまったといった話も、さすがのロシア軍であっても、味方の航空機を立て続けに2機も撃墜したとなれば、ちょっとさすがにないかなとは思います。もちろんロシア軍のことなので、実際に味方の戦闘機を撃墜したという話は、2022年だったらあったとは思うのですが、さすがに戦争が長引いて前線に張り付いているロシア軍の防空部隊の連度も上がっているはずで、ロシア軍が味方機を次々撃墜したというのも信憑性は低いかなとは思います。ただ、ウクライナ側の方は公式な撃墜報告をしていることもあって、何らかの手段を用いて撃墜したというのは取り上げる必要があります。航空機の撃墜なので、さあこれが証拠映像ですよといったものはなかなかないわけですが、ロシア側の方でも大いに話題となっており、完全に否定するような情報も出ていないことから、撃墜した確率というものは十分あります。そして、撃墜した場合の影響なのですが、数が少ないからといって、まだ残りの機体もあるんだから、全く影響がないと考えるのは間違いです。なぜならば、ロシア軍の方にしてみれば、どの地点まで前線に張り付いて撃墜されたか、そのポイントについては把握しているはずです。ですから、あるところまでは前に出てはいけないというのが今回明らかになったと思えば、それよりも今後はもっと後ろに下がった状態で運用しなければなりません。そうなれば当然のように前線に対する影響力が低下することとなります。早期警戒機であれば、そのレーダーの見張っている範囲が後ろへと下がるわけですから、ロシア軍にとってはウクライナ軍の空軍の動きを分かりづらくなってしまうわけです。例えばロシア軍の空軍機が滑空爆弾を用いて前線に対して航空爆弾を投げつけるといったことを行っていますが、それと同じようなことをウクライナ軍が行うときに、ロシア側のレーダー網が後ろに下がっているならば、難易度は下がることとなります。ですから今回の件で撃墜されたとしてもまだ残りがあるから問題ないと考えるのは、これは現実的な話ではないのです。またこうした高価な機体については、ロシア軍の方では戦時予算によって軍事予算そのものの全体像としては膨れ上がっていますが、製造するのに非常に長期間の時間を消費する兵器については、おそらくは予算の割り当てはないでしょう。ですから今回1機やられた、だから1機新規製造だという話にはならないでしょう。それだけロシア空軍の戦力は下がるはずです。次に、ウクライナ支援は国ごと支援にという話をしましょう。アメリカからの軍事支援の予算が枯渇してしまったということは以前お話ししました。また EU 全体からのウクライナ支援の予算もハンガリーの反対にあって未だに可決していません。じゃあウクライナに対する軍事支援が完全にどこからももう行われていないかといえばそうではありません。現在はそれぞれの国が独自の判断でウクライナに対する軍事支援を継続しています。その中でも質量ともに目立っているのがイギリス、ドイツ、イタリアです。イタリアの場合だとどれだけの額を支援しているかは非公開ですが、自走砲が大量に列車に乗ってウクライナへ送られている場面などが映像として出てきたり、現地でも戦闘に加わっている様子などが明らかになっています。一方でドイツ、イギリスの方はそうした隠すのではなく大々的に公開することによってウクライナ支援を明確にしています。特にドイツメルケル政権下においては軍事予算が非常に低く抑えられ、ドイツ軍がもはや機能しなくなってしまうのではないかと言われていたのですが、ロシアによるウクライナ侵略に伴って明らかにドイツの再軍備は進みつつあります。その中でロシアに対して抑制していくためにはウクライナに対する積極的な支援が必要だという考え方が現在のショルツ政権にはあります。そしてイギリスなのですが、イギリスは自国の経済ははっきり言えばすごく悪い状態なのですが、しかしウクライナに対する支援は首相が交代していても変わらず多大な支援を行い続けています。それによってウクライナ軍の前線は未だに持ちこたえていると言えるでしょう。こうした国ごとの軍事支援に伴って今戦線の膠着はかつてないほどになっています。ウクライナの動画解説を行うのはこれで2週間ぶりですが、この2週間の間における戦況地図の変化はほとんどないとも言える状態です。東部戦線における戦いは激しいことは変わってはいません。ロシア軍による人海戦術に伴う突撃は何度となくこの間も繰り返され続けてきたわけですが、それにもかかわらずウクライナ軍の戦線は持ちこたえています。それは一体なぜかといえば、軍事支援が激減したのに合わせてウクライナ軍が戦略方針を転換し、
完全に守りを固める方向へと戦い方を変化させています。それに伴ってロシア軍の人海戦術をなんとか食い止めるところまでには成功しているようなのです。例えばそのことがわかるのが、何度となく危機的な状況だとお伝えしていた東部戦線の激戦地アウディウィカの戦いなのですが、未だにロシア軍はこの町を落とすことができていません。アメリカによる軍事支援が完全に止まりましたよという状況の中で持ちこたえているということは、それだけロシア軍の攻勢がうまくいっていない証拠だとも言えます。また同じくロシア軍の攻勢がうまくいっていない話として言えば、南部戦線トカポイントに対してもウクライナ軍は未だに張り付いて橋頭保を維持し続けています。ウクライナ軍の橋頭保は西側以外の全方位からのロシア軍の攻撃を受けるという非常に苦しい場所にあるわけですが、それでもなお持ちこたえているのはやはりこちらもロシア軍の攻勢がうまくいっていないからで、ウクライナが死傷者を出しつつもやはり兵士自体の士気が高いことの証拠だと言えるでしょう。ただ守るだけではロシア軍に多大な人的損耗を与えることができるのですが、領土奪還のための戦いには踏み出すことができないわけで、アメリカ、EU という巨大な軍事支援の柱が復活するのが望まれます。それでは今回の動画の最後に、ウクライナ軍の迎撃の様子を見て、この動画を締めましょう。こちらはロシア軍の戦車に、ウクライナ軍の対戦車弾をくくりつけたドローンが突撃するところです。ロシア軍の戦車その後方に直撃し、見事に大爆発しています。続いてこちらもロシア軍の戦闘車両に対してウクライナ軍のドローンが突撃するところです。ドローンの操縦士もやはりベテランの操縦ともなればよく弱点をついています。ですから弾薬庫に対しての直接的な攻撃を行うことによって戦闘車両を無効化することができています。こちらも一撃で大爆発しています。このように陸上戦闘においては小型のドローンはまだまだ対抗兵器が十分に出来上がってはおらず、この低空飛行の攻撃に対してどれだけの防御力を獲得するかといったことは日本も十分学ばなければならないし準備する必要があります。というわけで今回の動画はここまでといたしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。